こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、宇宙の引き寄せの法則についてお話ししたいと思っています。で、なんで話そうかなと思ったかっていうとね、ハイヤーから来たんですよね。これからは現実創造っていうところが、現実創造っていうのは自分自身の人生は簡単に思い通りに自分の思うようにやっぱりなっていくんですよ。だからその自分で自分の人生を決めるっていうか作っていく、新しい世界を作っていくみたいな感じだと思うんです。それ引き寄せといえば引き寄せなんだけど、現実創造ってことですね。で、それ結構私ね、得意みたいなんですよ。なんか、そういえばと思って、今なんか私何が今まで引き寄せうまくいってんのかなって、私、あんまりこうさ、あれもこれもみたいな感じで、あんまりこう、分かってなくてでも数えてみたらやっぱいろんなこと引き寄せてたから、それ結構得意なんですよね。だからどういうことを今まで引き寄せてきたかっていうことをお話ししたい。まずお話しますね。そうですね。私自身の場合だと、まずそのゲストハウスを10年以上建てたいってずっともうね、26ぐらいから思ってて、だけど全然できなかったんですよね。だから、エイブラハムとかハッピーちゃんとかの引き寄せを結構学んだんですよ。あの、コツみたいな感じかな。で、学んでそのままじゃなくて、もうとにかくゲストハウスを建てたかったから、ゲストハウスを自分で建てたいと思って、その引き寄せをやったら、ゲストハウスがやっぱ建っちゃったんですよね。で、しかもすごいこう、何十年も、何十年というか、10年以上経たなかった時の苦しさは、もういつ経つんだとか思ってたんだけど、なんか、できちゃったみたいな感じで、宇宙の引き寄せってやっぱこういう感じなんだなっていう感じなんですよ。あれできちゃってたみたいな感じになってたりとか、あとはだからもう収入の面でも自分自身がこれぐらいの収入になりたいと思ってこう願望を出したりしてて、それも本当に叶ってきてたりするでしょ。で YouTube とかもそうかな。でもなんかこう自分でやっぱりその願望は出してて叶ってきてるかな。でね、あと例えば最近だと私バシャールと共演したいと思ってたんですよね、そういえば。でそれ引き寄せしたんだね、やっぱりね。なんかこれもそうだと思って。だってほらそんなことなんてね、バシャールと共演したいというか、だから一緒にバシャールと一緒になんかやったらどんな気持ちかみたいな。もうバシャールかわいいつるつるみたいな、わかんないけどなんかそういう感じでやったかもしれないよね。気持ちはやっぱり感じて、でも本当にだから一回それは無理だっていう感じで5月5日のスターシードサロン主催のね、スターシード宇宙フェスの時にバシャルと一緒に共演したいなと思ってたんだけど、それやっぱり無理、全然無理で、もうやっぱり引き寄せのやつやったけど叶わないなとかってやっぱちょっとそこでは思ってたけど、なんかひょんなことから後ろから来たよね。なんかこう一緒にやるっていう形に。それがだから9月に叶っちゃったね。そういえばって感じなんですよね。で、例えば、あとはだから旦那さんとの仲もそうだし、なんかサロンの中もこういう風になっていくといいなっていう形に本当なっていったり、こういう人が現れたらいいなって、思った人に出会っていったりとか、そういう感じでどんどん本当に思い通りになっていってるって感じなんですね。よくよく考えてみたらって感じなんですよ。だから、叶ってたみたいな感じだね。叶ってたみたいな。そう。なんかほら、でもこれってさ、やっぱりちゃんと伝えないとわかんないじゃないですか。そういうふうに、私の中ではよくよく考えてみたら叶ってたんだけど、あんまりそういう執着してないから、一個一個数えてないっていうの。だからこれが結構引き寄せのポイントなんだと思うんだよね。やっぱ忘れるっていう。だから、タイミングとしてはいつ来るかわかんないって感じね。で、やってることは本当にシンプルなんですよ。やり方はだからいろんな動画でも出してるんだけど、やっぱね、皆さんも一人一人がこれから本当に現実創造をしていく時、自分の思い通りの人生を歩んでいく時ですから、その
コツみたいなところかな、ポイントとかをやっぱこれから結構動画で出していこうと思っています。で、一番大事なところは波動ですね。やっぱり波動、安心するっていうこと。これが引き寄せに本当に大事なんですよ。自分がやっぱり心地よくいる。だから波動がやっぱり乱れてると、波動が整ってるといろんなことはやっぱりうまくいっちゃうんですよね。だから引き寄せのそういうなんかこう願望を出した時も何かの形でやっぱり叶っていくっていう感じになるんだけど、波動がいつも乱れてて、何かにいつもイライラしてたり、ストレスがすっごい溜まってたりすると、叶うものも叶わなくなっちゃうって世界だと思うから、波動をやっぱり整えるっていうのはすごい一番大事なんじゃないかな。願望を出すことよりもまずこっちのが大事だと思う。自分が苦しいと思うから、そう波動が大事だっていうことと、あとは、願望を出すじゃないですか。じゃあ例えばバシャールのねと一緒に共演できたらどんな気持ちか。私バシャールと一緒に共演、そんなこと無理だっていうさ気持ちだって出てたんですよね、その時。無理なんだろうなとか思ってたけど、でもそこで出したのは私のこの気持ちのバイブレーションを出したんですよ。この震えみたいな。だからバシャールと共演してなんて言うんだろう、バシャールと共演したビジョンを見るんじゃなくて気持ちですね。私はどんな気持ちになるか、仲間みたいななんか仲間とかさ、嬉しいなつるつるみたいな、そういうこの気持ちですね。この気持ちを感じたから後からそれがついてきたっていう感じだから、その引き寄せのポイントはこの気持ちのバイブレーションを出すってことなんですね。叶った後の気持ち、叶ったらどんな気持ちか、言葉でなんて言うんだろう、叶いましたありがとうございますとかさ、そういう棒読みになることが大事なんじゃなくて、言葉を言うのが大事なんじゃなくて、ビジョンが大事なんじゃなくて気持ちなんですよ。私たちってこのやっぱり波動であってバイブレーションだから、気持ちを出すっていうことをやっぱやるとそれがいつの間にか叶ってくなっていう感じだね。だから波動と気持ち、オーダー出すときは気持ちを出すって感じでしょ。あとはやっぱ忘れるってことですね。だから私たちっていつもさ叶ってないなってやるんですよね。なってないな、お金全然うまくいってないよみたいな、こないだオーダー出したのに全然お金入ってこないよとかさ、ずっと私もそういう感じだったし、ゲストハウスもずっと神頼みでさ、神様どうかお願いしますとかさ、もうなんかこうお正月にお寺とか行って今年は絶対にゲストハウスが建ちますようにみたいな、お願いしますみたいな感じでお願いして、今年できなかったよみたいな感じでいつも思ってたんだけど、このなんていうの執着、いつ叶うかってことですね。いつゲストハウスができるかっていうことばっかり考えてたんですよ、結構。だからお金の時もそうかな、全然お金入ってきてないじゃんみたいな願望を出したのに、やっぱりもう全然私にはこういう引き寄せとかお金に縁がないんだなとかさ、いつもそんな感じでなんてこれが執着なんですよね。だから波動を整えてると安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になるをやってるとこういう執着が消えてくんですよ。叶ってないなとかそういうのも忘れて、なんかぼーっとするようになってきたり無になるようになってくるってことね。他のことで忙しかったりとかね、好きなこととかやってるともうそっちの行動の方で忙しくなってきて、なんかそんなことも忘れそんな願望出したっけみたいな感じになるんですよ。こういう感じでやっぱりいつ叶うかとかっていうことの執着を手放すってことね。だからそれをもう一切考えないっていうのが大事だと思います。それをやっていくと、だからタイミングとしては、私は例えばバシャールだとすると5月5日のフェスに出てほしいって思ってたじゃん。思ってたけど一応その願望としては出したでしょ。だけど5月5日ではなくてその5ヶ月後の10月9月か4ヶ月後か 4ヶ月後に叶ってるんですよね。だけどそのタイミングはベストタイミングで、宇宙のベストタイミングになるから、5月ではなかったんですよ。願望を出したのはね、あれはいつだったっけな、11月か12月ぐらいに出したような気がするな。それでそれが5月ではなくて9月になったっていうことなんだけど、それがまあベストだったんですよね。
だからいつ叶うかっていうことに執着してたらそういうものも叶わなかったと思うんだけど、なんか不意なところからですよね。なんか自分でバシャールにやってほしいって思って自分たちでこうつなげてって思ってたけど、そうじゃなくてこっちから話が来たみたいなそういう感じもあるんじゃないかと思いますね。あとね、そういえば本も私願望出したもんね。本だってさ、そんなのやったことないし、だけど出したんですよ、本の願望。本が出たらどんな気持ちかみたいな、やべえなみたいな、なんか嬉しいなみたいな、いろいろ付録つけたいなとかいろいろ思って、付録がついたらみんな喜ぶかなとかさ、そんな感じのなんかこう願望を出して、そういう本じゃなかったけど、なんかでもそれっぽい感じになったか。でもこれもやっぱ叶ってるね。これはだからいつ出したっけな、半年ぐらいででも叶っちゃったんじゃないかな。いつ出したかも覚えていないし、いつ叶ったかもよく見てないっていうか、これは私が全然執着してないし、あと今に忙しいんですよ。今に波動を整えることに精一杯一生懸命やってるから、だからそういう全然波動整えてると執着が消えるんですよ。だからいつ叶うかとか叶ってないじゃんってやる時間がないんですよね。そんなこともなんてやる余裕がないぐらい波動整えてるんですよ。だからぼーっとしたり好きなことやったり、今だと結構行動したくていろいろ自分の中で形にしたいものを作ってるんだけど、そういう感じでこうなんて言うんだろう、だから願望出したら終わりなんだよね。その後にベストな形で叶っていくね、やっぱし。わかるかなこの辺り。だから波動願望をやっぱり叶えたいじゃないですか。でもね、やっぱりね、叶うんですよ。必ず叶うと思う。それにすごい一番大事なのが波動ですね。波動に対しては私もうるさいよ。波動に対してうるさいよ、本当に。安心ほっとする好きなことをやる。安心ほっとするリラックス好きなことをやる無になる。これですね。これをやっぱりやらないと叶うものも叶わなくなっちゃうし、あとはだからそれに対して願望を出して、何かね叶えたいものがあったら願望を出して、その後に忘れる忘れてまた安心ほっとするリラックスとかやってると好きなことをやる無理。あと行動ももちろんね自分でやっていただくのもいいと思うんだけど、そうやってやってるといつの間にか叶ってる。でもそのタイミングはだからすごい遅れる時もあればすごい早い時もあるし、1年後になるかもしれないし5年後になるかもしれないし分かんないけど、出しとくとやっぱ叶うと思います。で同じような願望だって全然出したければ出していいんですよ。でもいっぱいいろんな願望が出るってことは、いろんな同じものが出るってことは叶ってないっていうことを自分がやってたりするんじゃないかと思うから、そのあたりもやっていただくといいんじゃないかと思いますね。で、結構その引き寄せ、宇宙の引き寄せの法則、のあたりを結構これから皆さん一人一人が現実創造をしていく時だから、本当に思い通りになるんですよ。パラレルがもういっぱいあって、どのパラレルも自分で選べるから、そのコツなどをこれから結構出していきたいなと思っています。なんか参考にしていただけたら嬉しいです。ではでは、ありがとうございました。